はい、皆さんこんにちは。機械系男子のやちです。はい、久々の投稿になったんですけども、ここね、3週間、4週間ぐらいですね、ちょっと動画投稿をサボっててですね、それはですね、出張とかが、休日に入ったりとか、あとは普通に休日にね、遊ぶ予定が入ったりとかしてて、動画をね、なかなか撮ることができなかっただけなんですけども、あとはね、普通に最近ちょっと仕事が忙しくなってきて、平日がね、かなり忙しいんですよ。単純にね、読書する時間も結構減ってきてて、なかなかね、週末に、本を紹介する動画を撮ろうと思っても、紹介できる本がないっていう、ネタ切れ状態だったんですね。ただネタ切れ状態は、今までも何回も陥って、そのたんびにね、本を紹介するんじゃなくて、本の読み方とか、こういう本が面白いよみたいな、まとめて紹介するみたいな、そういうのをね、やってたんですけども、結構ね、やっぱ平日にそういうネタをね、考える時間もなくて、それでね、結構動画投稿をサボってた感じなんですよ。そんな感じだったんですけども、これからもですね、細々と動画投稿は続けていく予定ですので、気楽にですね、応援してもらえればなと思います。はい。それではですね、今回紹介する本は、こちらの宮部みゆきさんの本で、希望層ですね。はい。宮部さんの作品はですね、これで、僕にとっては3冊目になりますね。同じですね、杉村三郎シリーズの昨日もなければ明日もないっていう作品と、あとは貨車ですね。この2作品を読んでたわけなんですけども、僕がね、初めて宮部さんの作品を読んだのが、こちらのですね、杉村三郎シリーズの昨日がなければ明日もないの中の、絶対零度っていう作品だったんですけども、このね、絶対零度がね、正直ね、きつすぎて、僕にとってはね、もう胸くそ悪すぎて、この宮部さんっていう作家さんは、すごい恐ろしい作家さんだなって思ったんですよ。それ以降からですね、宮部さんの作品を読むときは、かなりこっちもね、読者側も心構えて読まなきゃいけないっていう風に勝手に思ってるんですよ。実際ね、結構宮部さんは、この探偵シリーズ、ミステリー小説系なんですけども、やっぱり探偵っていう職業柄、闇をね、闇というか、真相を暴いていく話なんですよ。そこでね、実際には知らなくてもよかったなっていうことまでしっかりと暴いていくんで、かなりね、読んでる側もちょっと気が重くなるというか、少しね、気分が落ち込む場合がね、かなり多いですね。事件がね、真相が明らかになって、ハッピーエンドっていう風な感じの終わり方じゃなくて、やむにやまれず事件に発展してしまったっていうことがね、人間の黒い部分とか、どうしようもない部分っていうのが見えちゃうので、正直ね、読んでる側も、主人公の杉村三郎さんもそうですけども、やっぱり読んでる側もね、かなり見ててね、ちょっときついっていう部分があります。ただね、やっぱミステリーとしては結構面白い、かなり凝った作りをされてる、丁寧な作りをされてる感じかなって思います。はい。で、このですね、杉村三郎シリーズって言われてる探偵シリーズの本ですけども、正直ね、僕はね、どれが1作目か全然よく分かってない状態で、これを買って、で、次に希望層を買ったんですよ。で、順番的には多分希望層の方が多分先に出てたのかなって感じはありますけども、別に、特にね、そんなに時系列考えずに読めるような本かなって思います。一応ね、第1作、第2作みたいなシリーズ本であるらしいんですけども、特に気にしなくてもね、全然作品を楽しむ分には困らないっていう風になってます。で、この宮部さんですね、かなり、力のあるというか恐ろしい作家さんなわけなんですけども、結構ミステリーとしてはですね、正直本当にすごい作り込まれてるなっていう風に感じます。最近のね、ミステリー小説本だと、例えばね、どんでん返しとかってよく言われるじゃないですか。で、どんでん返しもね、どんでん返し結構面白いんですけども、例えばこの宮部さんの作品で、どんでん返しに近い部分あったのかな。確かに砂男っていう作品がね、この希望層の中にあって、実際に事件で見えてる表面的な部分と、本質っていうのは全然違うところにあったっていう風に、どんどん真相がね、明らかになってくるにつれて、本質的な問題っていうのが見えてくるんですよ。で、そうなった時に、確かにその最後の最後で、実はね、事件の本質は全然違うところにあったっていう風なことが分かったとしても、どんでん返しって、一言で表しちゃうにはちょっともったいないっていう風に思えるような作品なんですよ。それぐらいね、しっかりとやっぱり、作り込まれてる、丁寧に作り込まれてる作品なんで、簡単にね、ひっくり返しますっていう風なことができないぐらいね、丁寧な作りなんで、どんでん返しと言えなくもないけども、ちょっと言うにはね、もったいない作品かなって、やっぱりその作り込まれた感をしっかり楽しむっていうのが、いいのかなっていうふうに思う作品でしたね。それくらいね、結構ね、作り込まれてる作品なんですよ。最初に事件の、表面的な部分があって、そこからですね、ある仮説を立てて、探偵がですね、どんどん事件の真相を追っていくんですけども、やっぱり新たな事実が分かってくるにつれて、どんどんね、言ってしまえば、
そうなってほしくない方向にですね、事件の真相が迫っていくわけなんですね。やっぱり人間の暗い部分とか、どうしようもない部分っていうのがですね、見えてきちゃって、そっちじゃなければいいって思う方に、事件の本質では真相が、そっちに行ってしまって、やっぱり読んでる方もね、だんだん苦しくなってくるというか、そういう感じを受けますね。あとはね、なんでね、宮部さんがこんなに苦しいかっていうとね、宮部さんはね、しっかりとそういう、まあ、暗い部分っていうか、ちょっとね、まあ、むごい部分っていうかね、なんつうんだろうな。言ってしまえばね、僕がね、結構絶対レードの時にかなりダメージを受けたのが、まあ、絶望を見せられた時ですね。どうしようもない時、もう、助けが来ないことも分かってて、もう終わりだなっていう風に思う瞬間っていうのが、まあ、あったんですね。で、例えばね、他のミステリー作家さんあげますと、伊坂幸太郎さんとかも結構ね、かなりむごい部分っていうか書くんですけども、でもね、伊坂さんは、過去の部分は確かにそういう嫌な事件があったと。で、そういうのはね、意外とあっさりと流すんですよ。そこまでね、まざまざと見せずに、あまりね、読者にダメージを与えないように、まあ、描かなかったりとか、あとはさらっと流したりとかしてくれるんですけども、宮部さんはね、しっかりそこもまざまざとね、描写されるんで、かなり読んでる方も苦しいんですね。で、あとはですね、伊坂さんの場合は、やっぱり現在進行形で進んでる話に関しては、最後の最後ではヒーローが出てくるんですよ。助けが出てきて、なんとかね、無事に収まったっていう風な、エンドになっていくんですけども、宮部さんの場合は、まあ、探偵シリーズなんで、まあ、事件を追っていくっていう時点で、まあ、事件がもう過去のこととしてなっちゃってるんで、事件の真相を追っていくと、ちょっと現在進行形っぽく、なんか錯覚するんですね。それで、絶望を見せられると、かなりね、こっちも苦しくてですね、そういう意味で、まだね、伊坂さんの本を読んでるときは、まだ助かるかもっていう風な希望が持てるんですけども、宮部さんの場合は、もしね、この状況でもう助けが来ない状況に陥っちゃったらもう終わりだなっていう風な、ちょっとね、ハラハラしながら読んでるんですね。そういう意味でね、やっぱりね、僕にとっては恐ろしい作家さんですね。読むのが怖いっていう作家さんです。でもね、本当に作り込まれててね、なかなかミステリーとして楽しめる本なので、まあぜひですね、ミステリー好きには読んでほしいかなって思います。はい。ではですね、今回は宮部みゆきさんの希望層を紹介させていただきました。ぜひですね、作り込んだミステリーだったりとか、あとはまあ社会派ミステリーみたいな側面もあるのかなっていう、その社会とか人間のちょっと黒い部分っていうかどうしようもない部分ですね、が出ちゃって、その事件に発展しちゃったっていう、そういうね、側面もあって、そこもね、まあ楽しめるっていうかそういう部分も見れるので、まあ少しね、気分が落ち込みますけども、ぜひね、気になる方は読んでみてほしいなと思います。はい。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。